裏世界ラボ。今週の分、ほら。持ってくんのおっせえんだよ。俺は野口剛、中3だ。俺はこうして毎週ヤンキーどもから金を巻き上げている。ヤンキーたちも不満だろうが、俺に従うしかない。なぜなら俺の親はヤクザだからだ。小学生の頃、俺は母親と暮らしていたが、母親はろくに働いておらず、いろんな男の愛人をやっては金をもらっていた。しかしそれだけでは暮らしていけないのか、それとも単に手癖が悪かったのか。母親は俺を連れてはしょっちゅう窃盗を繰り返していた。手口は子供の俺に人のカバンから財布を盗ませたり、高額商品を店外に持ち出させるというもので、子供の俺なら捕まっても警察を呼ばれることはないし、母親が子供が勝手に持ってきちゃってで済む。しかしある日俺はスーパーで捕まり、その場で警察を呼ばれた。実はスーパーは子供を出しにした窃盗犯がいるということで、前々から警察に相談していたらしく、母親は警察の姿を見た途端、店員を振り切って逃走して、そのまま行方不明になった。そして俺は児童養護施設に送られた。養護施設の暮らしは別に良くも悪くもなかったが、中学に入った頃厄介なことになった。お前、親と盗みやって捕まったんだって？クズじゃ。どうせお前の持ち物全部盗品なんだろう。私物を捨てられたり殴られたりといういじめを受けるようになったのだ。カーッとなって殴り返したり掴みかかったりしたが多勢に無勢。おまけに俺はガキの頃から栄養状態がいいとは言えなかったので、体が小さくやられっぱなしだった。もともと荒れている学校で教師も面倒事から逃げたかったのか、助けてくれる大人もなく、くそ、あいつらぶっ殺してやる。もともと短気で喧嘩っ早かった俺は、養護施設のキッチンから果物ナイフをくすねカバンに忍ばせた。しかしその日、俺の状況が一変する。よう、お前が豪か。俺がお前の父親だ。は？あんたが？突然現れたその男は岩木と名乗り、自分をヤクザだと言った。岩木は20代半ばで俺の母親と付き合って俺が生まれたが、ヤクザだから迷惑がかかると籍は入れず姿を消したのだという。たまに若いのに様子を見にやってたんだが、お前が養護施設に入ったって聞いて、いても立ってもいられなくてな。どうだ、不自由してねえか。俺はその岩木に学校でいじめられていることを告げた。すると、よーし、わかった。俺が何とかしてやる。翌日、うちの息子いじめてるやつはどこのどいつじゃ。岩木は学校に乗り込んで大暴れした。俺の親がヤクザであることが学校中に知れ渡ると、周り中が手のひらを返してきた。教師は俺にいじめに気づけなくて悪かったと謝罪し、岩木に何を言われたのか、ヤンキーたちは俺に定期的に詫び賃を持ってくるようになった。困ったことがあったら俺に言うんだぞ。俺にとって岩木はヒーローだった。そんな岩木に俺が憧れるのも当然で、俺が岩木のようにヤクザになりたいと願った。しかし、仇の方がいいに決まってる。やめとけやめとけと許してくれなかった。しかし会えばしょっちゅうヤクザ時代の武勇伝を俺に語った。俺のいる洋館組は最古参の組でな、相当な覚悟のあるやつしか入れねえんだ。この指はな、俺の射程の身代わりで詰めたんだよ。不始末やらかした射程が泣いてビビるもんだからな。すげえ、親父かっこいい。岩木は俺を呼び出しては頻繁にしのぎを手伝わせた。大麻を小分けにする作業をやらせたり、薬の受け渡しに俺を使ったのだ。当時俺はかなり生きってはいたものの、背は低く幼く見え、そのせいで警察に疑われることはまずなかった。うまくいくと小遣いをくれた。お前は本当に親孝行の息子だな。俺は岩木にそう言われるのが本当に嬉しかった。 2,3 年して俺のがたいが良くなり、一発の男に見えるようになると、岩木は今度は暴力沙汰に俺を連れて行った。岩木があれこれ金の交渉をする裏で、俺は金属バットを持ち睨みを利かせて立っている。それだけで結構岩木の仕事は有利に進むようだった。親父、俺もやっぱ組に入りてえよ。親父の組に入れてくれよ。ダメだダメだ、お前は仇になるんだ。納得のいかなかった俺は18になって養護施設を出たその足で岩木がいるという洋館組に向かった。しかし、洋館組？坊主、ここは洋館組じゃねえよ。でも親父はここが洋館組だって。その男が言うには、洋館組は古参の組織だが近年は勢いがなく、10年ほど前にこの事務所を同系列の大番組に譲って今は地方に引っ込んでいるのだとか。そんな、じゃあ俺の親父は？坊主、お前の親父はなんて名前だ？岩木です。岩木勝。岩木。あの岩木か。知ってるんですか？あいつは昔洋館組を破門になったんだよ。破門？実の息子にする話じゃねえが、
あいつは洋館組を破門になって、その後大番組に入ろうとして叩き出されたんだ。破門になったのは中高生のガキどもに薬売ってたからだ。洋館組はうちより薬の扱いに厳しいからな。破門も仕方ねえさ。そんな。さっきの話だといわきに憧れてヤクザになりてえと思ってるみたいだが、悪いことは言わねえ。あの男とは手を切った方がいい。あいつはただのチンピラだ。だからお前のことも施設から引き取ったりはしなかったんだろう。金も覚悟もねえからな。まっとうなヤクザは外面がいい。それは世間に馴染むためってのもあるが、そもそもヤクザってのは半端者が集まって自警団みてえなのをやってたのが最初だからな。ちゃんとした組ならいざって時には仇を助けもするし、身近な人間に迷惑をかけるような真似はしねえ。まあ裏じゃいろいろやるけどな。だからてめえのガキに窃盗の片棒なんて絶対担がせねえし、学校に乗り込んで暴れたりなんざもってのほかだ。不始末で指詰めるやつも今時いやしねえ。よっぽどのクズか。間抜けでない限りはな。そもそもいわきは射程の身代わりで詰めたって言ったらしいが、あいつには射程はいねえよ。いわきからは離れた方がいい。あいつはお前をいいように使ってるだけだ。いずれ殺に睨まれた時、お前は身代わりに売られるだけだぞ。どうし。いわきは弱かった。あれほど自分の武勇伝を誇った男は俺にろくな抵抗できないまま俺に半殺しにされた。そして俺は駆けつけた警察に捕まった。俺は自分の手で俺のヒーローをズタボロにした。それから20年以上が過ぎ、今俺は今川組の若頭をやっている。ヤクザになることを夢見て生きてきた俺には他の生き方がわからなかったのだ。おお牧村、今度お前うちの近くのマンションに引っ越せよ。いや俺はここで大丈夫です。お前がそうやって24時間事務所守ってくれんのは正直助かってるけどな。今は構想中だ。幹部のお前が一人でここにいたら狙われちまうだろう。狙われるんですか？とはいえここを無人にもできねえから、近いうちどうにか人探すわ。とにかくこの組は俺たちで守っていかなきゃな。はい。あの日俺を諭してくれた大番組幹部現今川組組長は人手不足のために鉄砲玉を自ら引き受けて無所に入ってしまった。ヤクザは衰退する一方だ。しかしそれでもこの組は俺の家であり唯一の居場所なのだ。ヤクザ崩れのチンピラと窃盗犯の女から生まれた俺はこれから先も裏の世界で生きていくんだろう。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボではハイクオリティな際どい漫画を毎日投稿するのでチャンネル登録よろしくお願いします。暇つぶしがてらにコメントを残していってください。みんなで盛り上がりましょう。